10月の管理というところで、忙しい時にできないようなことですね。灌水量に関してはやっぱり液肥に関しては薄めの液肥から少しずつ与えていく。その株がまず活着したかをしっかり見るってことが大事で、それが活着したっていう合図ですから、はい、皆さんこんにちは。おさぜん農園の長村です。今回の動画では10月の管理というところで、定食すぐもしくは定食中の方もいらっしゃるかと思うんですけども、定食後の管理みたいな形で、皆さんにお伝えしちゃうと思いますので、よろしくお願いいたします。まずですね、早速なんですけども、10月の管理というところで、実際にはですね、10月はですね、定食してすぐの時は、いちごのこの手入れ、株管理ですね、の部分に関しては特に手入れはあんまりしないですね。やっぱり定食して葉っぱが1枚2枚3枚ぐらい転用、葉っぱが出てくるまでは水液肥管理っていうとそこの設定とかのことはするんですけど、直接こういった作業の手入れをする作業っていうのは特にないんですね。ですから、実際10月の作業に関して先にお伝えすると、大きく分けて4つあるかと思います。まずですね、1つ目が圃場の清掃作業。定食後ですね、やっぱり土が落ちたりとかしてますんで、圃場の清掃作業をですね、この時期一気に、します。2番目がですね、登園はしないんですけど、定食後ここにですね、マルチを貼る作業がありますよね。マルチ取り付け作業。もしかしたら定食前にされている方もいらっしゃるかもしれませんけど、マルチを取り付ける作業があります。で、3つ目がですね、ボイラーとか機器のメンテナンス作業。いよいよですね、10月の終わりぐらい、もしくは11月になってきますと、気温も一気に下がってくるかと思いますので、以前のね、動画でも説明したと思うんですけども、各機器、特にボイラーの中のすすを取るような清掃作業であったり、あとはその温湯ボイラーとか CO2 発生器とかいろんな機器のメンテナンスをしっかりして使えるようにする。本当あらかじめ各機械見ていってもらって、これはもう自分たちで直そうとか、これメンテナンスしようとか、ここはちょっともうお願いして、直してもらおうとか、対応してもらおうっていうのを分けていきながら、ある程度自分たちでスケジュールを組むのが大事かなと思います。3つ目がそれですね。ボイラーとか機械のメンテナンス。で、4つ目がちょっと先になるんですけども、10月の後半もしくは11月がなってきますと、もう本当葉っぱがどんどん大きくなって花が咲き始めますよね。で、花が咲く前には鉢の段取りをしてください。ミツバチにされる方もいらっしゃるかと思いますし、丸花鉢で対応される方もいらっしゃると思うんですけど、とにかくやっぱ届いてすぐにはうまく定着しない場合もあるので、花が咲くちょっと前には到着できるように段取りしておくっていうのが大事なのかなというふうに思います。このやつですね、ハウス内の清掃、マルチをしっかり貼る。で、各機械のメンテナンス、点検、そしてミツバチの段取り。それ以外にですね、うちの方ではもう10月の間に来年の親株の段取りとか、育苗とですね、段取りをもう済ましておくこともあったりとか、あとは割と10月って植物触らない分ね、そういった他の作業に時間を使えたりできるので、例えば防草シートを貼りたいところに今うちに貼っとくとか、ハウスの巻き上げ部分ちょっと不具合があるところに交換をするとか、そういう設備とか圃場の周りで忙しい時にできないようなことですねを今のうちにするっていうことにこの10月は費やすかなというふうに思います。ここからですね、水管理、液肥管理についてご説明したいと思います。はい、次は水管理、液肥管理なんですけども、今年の予報を見てますと、10月もまだまだちょっと残暑厳しく、30度を超える日が続くようなことも聞いてますので、灌水量に関してはやっぱりたっぷり与えた方がいいのかなというふうに思ってます。ただそれは本当に毎日多分変わると思うので、
晴れた日にたっぷり、こういった曇りの日には、控えめに、で雨の日は与えないという形の基本的な考え方でいいのかなというふうに思います。で、液肥に関しては、活着するまではもう水管理でいいのかなというふうに思いますし、活着後ですね、ちょっと薄めの、液肥から少しずつ与えていくのが、通例なので、その法則にのっとって与えてもらったらいいのかなというふうに思います。それとですね、この時期、10月の病害虫に関してなんですけども、やはり、10月、定食前にね、しっかり農薬散布されてるかと思うので、定食の時は、うちの補助もそうなんですけど、特に、肌アニとかアブラムシとかは出てない状況なんですけども、うちの方では、割とこの10月、毎年発生しやすいのは、ヨトウムシですね。ヨトウムシが割と発生しやすいのと、年によっては、昨年もそうだったと思うんですけど、アブラムシが割と、出たりもするので、その辺に対してはしっかりもうこれから、出る前に、対応というか対策はしておこうかなというふうに思ってます。で、10月にしっかり抑え込めれば、11月とか12月気温がぐんと落ち込むので、そのあたりになるともう本当発生しなくなりますし、人によってはこのね、10月にしっかり農薬散布しておいて、10月中旬とかにもう点滴を放置されて、11月以降は農薬散しませんとかでもいらっしゃるかと思いますし、うちの方でもあるハウスに関してはそういった形で、10月はしっかり散布しておいて、11月からもう点滴だけでいきますってところもあったりするので、そういった感じで対応しようかなというふうに思っております。このあたりですね、1株あたりの灌水量、何時に何分何回、何ミリリットル1日何ミリリットル与えるのか、どの薬剤を使っているのかですとか、詳しい情報に関してはおさぜん農園のメンバーシップの方でちょっとより詳細な話をお伝えしたいと思いますので、ご興味ある方はぜひよろしくお願いいたします。日々の株管理はないんですけども、やはりこの補助をね、やっぱり毎日見るってところも非常に大事で、例えばここまで定食して1日2日なんですけども、その株がまず活着したかをしっかり見るってことが大事で、活着しますとね、新しい葉っぱ、新葉にこの辺の葉水、この周りにこの辺プツプツとこう水がつくと思うので、それが活着したっていう合図ですから、それをしっかりできてるかなってこう見てもらうっていうのが大事ですし、葉水を見るっていう意味合いでは、日中になるとこう蒸散してしまって、葉水が見えない部分もあると思うので、やっぱり補助の確認とかは、朝一チェックが大事かなというふうに思います。場合によってはですね、活着した後の活着不良とかで、病気ではないんですけども、活着不良でしなったりとか枯れてしまう株もあるので、そんなものを株がもしあればどんどん植え替えしてもらうのが大事かなと思うので、そういったことを大きい手入れはないんですけども、日々こう補助をぐるっと見てもらって、活着したかなとか植え痛みとかないかなっていうのを見てもらうっていうのは、大事かなというふうに思います。10月は本当に植えてから植物自体を触ることはないんですけども、以前のね動画でもお伝えしてます通り、ボイラーの清掃をねしっかりしてもらうとか、補助によってはガク漏れ防止の器具を取り付けたりとか、来年の親株の段取りするとかですね、ちょっとこの本舗の1号の以外のところでしっかりと作業がありますんでね、その作業をしてもらいながら、日々株の生育をしっかり見てもらうっていうのが大事な月かなというふうに思っております。前の動画でもお伝えしました通り、第2回、おさぜん交流会を11月9日に開催しますんで、そちらの方もね、もしよかったらご参加いただけたら嬉しく思います。以上で、今回の動画は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。